銀座にやってきました。今日はこの辺りで写真を撮っていこうと思います。機材はお借りしているニコンの Z50 とニコール ZDX1650mm という組み合わせです。早速ですが、横を見ると歩いている人が反射している天井がありました。まずはここから撮っていこうと思います。写真を反転して反射した人に天地を合わせました。そうすることでビルは逆さなのに人は普通という違和感のある写真になっているはずです。ここではその違和感が主題みたいなものなので、それが分かりやすくなるように一郎の看板を入れました。逆さになっていると明らかにおかしくて目につきやすいと思ったからです。東急プラザ入り口のエスカレーターに乗っている時に撮りました。自分も被写体も動いていて、のんびり構図を考える暇もないので、とりあえず被写体を何かで挟むことだけを意識してました。ということで東急プラザの屋上に行きました。ここでは道路の影の感じがいいなと思ったので、ここを撮ってみようと思います。影と影の間に車が通る時を狙います。今回は赤い車が来た時に撮ってみました。レンズの一番の望遠側の 50mm でも車がツンと道路にある感じの距離感でした。なので車の存在感を最大限出すには赤色かなと思いました。このエルメスの壁を撮ろうと思います。できるだけ壁の正面あたりに立って歩いている人をポツンと入れた感じにします。ちょっと分かりづらいですが、右下に人がいます。白い服を着た人が道路に重なるところを歩いていたので、色の対比で人が分かりやすくなりました。次はこんな感じに横でも撮ってみようと思います。この白い部分に人が来た時を狙います。地面が白色なので、人は黒っぽい服の方がより人がいることを強調できたなと今見ると思います。現像の時にジオメトリ機能で補正もしていますが、線の歪みが気になるところもあるので、もっと丁寧に撮るべきだったなと少し反省です。少し見下ろす場所を変えてみると、この道路が重なっている部分と道路の線の感じがいいなと思うところがありました。たまたま下の道路に車がない時に赤色のタクシーが来てくれて、いいアクセントになりました。あとはジオメトリ機能で道路の線が綺麗になるように補正し、トリミングで線が中途半端なところで切れないようにしました。屋上に併設されているプールの方に来ました。この白い椅子が整列した感じと後ろの格子柄の壁がいいなと思ったので、ここを撮っていきます。全体的に白い写真にしたかったので、椅子の足は切りました。現像では綺麗な白を目指したんですけど、白枠の白と比べてしまうとまだまだです。現像は苦手なのでもっと勉強しようと思いました。この辺りは白を基調としたものがたくさんあります。今度はこの机に着目しました。この机をつなげた時にできる隙間を取ってみようと思います。線は対角線に近い感じで入れてみました。次はこの植物の形が面白いなと思ったので、こんな感じで模様のアクセントとして入れてみます。とにかく壁の線を歪ませたくないので、一本中心の線を決めたら、そこに自分の体を合わせて、カメラが上下左右に傾かないように中心に向かってカメラを構える意識で自分はやっています。そこまでしても結局歪むので、ジオメトリで補正しています。壁の線もまっすぐ取れないのは自分の心が曲がっているからかもしれません。そんな感じで次はプールに着目しました。このプールの底の色と柄がいいなと思ったので、ここを撮ってきます。ただ柄を撮っても面白くないなと思ったので、風が吹いてプールの水面が揺らいだ時に撮りました。それで模様が歪んで、ただ撮るより面白い写真になりました。屋上からエスカレーターで降りてる途中、交差点が鏡に反射しているところがありました。これを活かした写真を撮っていきます。
いい感じに人が散らばっている時を撮りました。人が紙片で切れないように気をつけていたら街灯に思いっきり人がかぶってしまいました。ここに人がかぶっていなければよかったです。反省です。歩いている人が一人のタイミングでも撮ってみました。信号が点滅しだすと一人になるタイミングが生まれやすいので、そのあたりである程度構図を決めて人がフレームに入ってくるのを待ちました。東急プラザには屋上以外にも展望スポットがあるのですが、改装工事をしていて入れませんでした。1月から閉鎖していたみたいです。来るのが久しぶりすぎて全然知りませんでした。東急プラザの裏に鳩がいました。今考えると暑さで頭がおかしくなっていたからか、これが街灯に乗った鳩のように見えました。なのでこれが鳩に見えるように撮ってみます。というわけでこういう感じになったんですけど、右上のやつは鳩に見えますか？多分見えないと思います。撮っている時にこれっていう手応えも得られないうちに鳩が去っていってしまったので、また撮り方を考えようと思いました。その近くの広場みたいなところでオレンジのテントと服の色がリンクしていました。オレンジのテントが切れないように入れつつ日の丸構図で撮ろうと思います。ふわっと写真の中にフレームを作ってみたりしました。これが効いているのかは微妙な気もしますが、メインは色のつながりなのでそれが伝われば良いということにしました。近くを歩いているとおしゃれなお店がありました。窓枠の間からお客さんがいい感じに見えていたので撮ってみようと思います。お店の雰囲気と外国の方のおかげで海外かのような写真になりました。屋上に来るとこんな感じで光が入っていました。下の影も入れつつ人が通るタイミングを狙います。たまたま赤色の服を着た人が通りかかったので写真の中にアクセントが作れました。今の場所を違う角度からも見てみると幾何学模様の壁、柱、草の3層に分かれているのもいいなと思ったので人が通るタイミングで撮ります。柱と柱の真ん中あたりの影に重なったタイミングで撮りました。白い服を着た人だったので影を背景にした方が目立たせられると思ったからです。あと影の位置的に日の丸構図ができつつ柱を左右対称に配置できるというのもありました。通路の方に来ると地面に柱の影が落ちていていい感じだったのでここで撮ろうと思います。奥行き感が出るように放射線構図で撮りました。一点に向かって線が集まるようにすると放射線構図になります。難しいことは忘れてこういう通路を撮れば勝手に奥行き感が出ます。通路を歩いていると東京駅を彷彿とさせる建物と四方を建物に囲まれた道路がありました。ここに色のある車が通った時に撮ろうと思います。ちょうど黄色いタクシーが通った時に撮りました。タクシーのおかげで目を引くポイントが作れましたのはずがだいぶ時間が経っていました。というわけで国際フォーラムにやってきました。 SNS とかだと中から撮っている写真をよく見るので今回は外側から撮ってみようと思います。床が黒っぽい色なので白い服を着た人が来るのを待ちました。白線に人がかぶってしまっているのが少し残念ですが今回は妥協しました。今の場所から少し目を移すと黄色く光る案内板が映り込んでいました。ちょうど案内板の前を人が通るとシルエットになって面白いなと思ったので黄色いところに人が通った時に撮ろうと思います。非常口にある緑のあれみたいな雰囲気を醸していますが個人的には割と気に入っています。少し進むと水たまりがありました。ちょうど建物が格子状になっていて反射させると面白いと思ったので撮ってみます。人が四角にはまるタイミングを狙います。
こでも線ができるだけ歪まないように気をつけました。今見るとこいつがすごい邪魔に思えてきて、撮るときに気づけたらよかったなと反省。あと格子の反射を主題にするなら、夜に撮ると水たまりの部分が暗くなって格子の反射が分かりづらくなってしまって、反射の面白さが減った気がしたので、明るい時にまた撮りに来ようと思いました。歩いていたら光る壁が特徴的なエスカレーターがありました。人が来た時にシルエットにして撮ろうと思います。毎度のことですが、線が歪まないように気をつけても結局歪むので、ジオメトリで補正しています。人の配置に意図は特にありません。たまたまそこになりました。頭がどこかのマスの中心に来ていたら良かったかもしれません。今の場所を上から見下ろせる場所もありました。ここでも人が通った時に撮ろうと思います。構図はとにかくここの線がまっすぐなるようにすることと、この線も入れるようにしました。理由はその方がかっこいいかなっていうだけですが、という感じでそろそろ疲れたので終わろうと思います。